今年の冬は初めてお庭に野鳥用の餌を置いたのですが、想像以上にたくさんの鳥が集まってきて、面白い発見もたくさんありました。冬が終わると気づけばいなくなってしまう鳥もいますので、今年の冬に観察できたかわいい様子とともに我が家の仲間をご紹介します。こちらは我が家の動画によく登場するロビンと呼ばれる鳥。日本語ではヨーロッパコマドリというそうで、おそらく日本には生息していないと思います。よく登場する理由は見た目が可愛いからというだけではありません。実はとっても好奇心旺盛で、窓を開けていると家の中まで入ってくることもあるほど、常に私たちの様子を見に来ています。そして今まで知らなかったのですが、この鳥は枝にぶら下がっている餌をこのように食べることができないみたいです。でも彼は諦めず、他の鳥を見て学習しては何度も挑戦しているようでした。ロビンは冬が終わる頃にはいつの間にかいなくなってしまいます。このロビンはこちらのシジュウカラとほぼ同じ大きさで、常に餌を取り合っています。そのシジュウカラよりも一回り小さいのがこちらのアオガラです。一見似ていますが、アオガラは頭も体全体もかなり鮮やかな青色です。このアオガラやエナガが餌を食べに来ると、いつもシジュウカラやロビンがこの小さい鳥たちを追いやってしまいます。クロウタドリとスズメは基本的に下に落ちている餌を好んで食べます。そして先日、我が家のお庭にリスが帰ってきました。去年の夏頃にお庭で見つけたこちらの鉄製のゲートの一部を使って、マークがバードパラダイスを作るので動画にしてねと言われましたので、その様子をお届けします。はじめに予定完成図をお見せしますと、このように餌をぶら下げるだけです。なるべくたくさんいろんな場所に集まれるようにばらけておくことを考えました。ロビンのようにぶら下がっている餌に止まれない子や、地面にあるものしか食べれない子など、いろいろと分かってきたこともあるので、その点も考慮し餌の配置を決めます。Why are you hanging it there? Here, because they can stand here. Okay. I'm gonna hang one underneath it then. Catch.
これで少しは小さい鳥も一緒に食べられるようになるといいなと思います。野鳥たちの様子はまたこれからも動画で随時お届けします。インターネットで見つけたピエール・エルメさんのガトーショコラというレシピが美味しかったのでご紹介します。参考にしたレシピは動画の概要欄に添付しています。まずバターとチョコレートは湯煎にかけて溶かします。私はカカオ 70% のチョコレートを使用しました。今回は小さいマフィン型で作ります。別のボウルに卵と砂糖を混ぜます。レシピでは砂糖は 100g 使用していましたが、私は少し控えめにしました。混ぜ方ですが、レシピにあったフランス語はこのように書かれてあり、いろいろと調べましたが、どの程度まで泡立てるのか全くわからず、とりあえず白くなるまでかなり泡立てました。あまり泡立てない卵液でも作ってみましたが、今回紹介するものの方が個人的には美味しくできました。次に先ほど溶かしておいたバターとチョコレートをここへ入れて混ぜます。最後にふるった薄力粉を入れてさっくりと混ぜます。180度のオーブンで15分ほど焼いて完成です。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。